皆さんこんにちは、まなみです。今回は赤みに効くと言われているノーリスを2ヶ月前くらいに受けてきたのでレビューしていきたいと思います。クリニック名はお伝えできないんですけど、値段と施術の流れと痛みとあとは経過を動画でお見せしたいと思います。その前に肌の健康を保つためにも必要不可欠な成分であるタンパク質が取れるとても美味しくてジュースみたいに飲めるプロテインをご紹介させてください。本当に美味しいので必見です。ちなみに割引コードもあって概要欄にも載せておくのでぜひご利用ください。タンパク質って筋肉を作るのに必要な成分というのは皆さんもご存知かもしれませんが、タンパク質の摂取量が減ってしまうと筋肉も減って代謝が落ちて痩せにくく太りやすい体になってしまいます。しかもタンパク質は筋肉だけではなくて髪や肌、爪などの材料にもなるので、運動をしない方でもこまめに摂った方がいい栄養素です。今回ご紹介するのがこちらの2つで、ネイチャーカーンのプロテインなんですが、以前もご紹介したことがあるんですけど、今回は違うフレーバーです。とにかく飲んで驚きましたが、ジュースのように美味しいです。なので PR をさせていただこうと思ったんですけど、ご紹介していきますね。まずこちらが芳醇メロンで、今実際に作って飲もうと思います。水か牛乳で飲むんですけど、個人的には牛乳で飲んだ時の方がよりジュース感が増して私の好みだったので、牛乳で飲むことが多いです。最近気のせいディスペプシアでご飯があんまり食べれないなっていう時もあって、でそういう時って甘いものだと入ったりするんですよ。なのでタンパク質を補おうと思って飲んだりしているんですけど、本当に美味しいのでお見せしていきますね。今回はお水で飲んでいきます。水を 200ml 入れてスプーン1杯分の粉を入れます。でこれは他社の製品とは違って香料で味付けされているのではなくて、北海道産の青肉メロンパウダーを使用しているそうです。なので絶妙な爽快感のある甘さを再現しているということで、飲みますね。やっぱり水で飲むとさっぱりめで、牛乳で飲むともっと濃厚な感じになるんですけど、プロテインパウダーの味とか食感が苦手な方でも楽しめると思います。すごい飲みやすいです。もう一つこちらのバナナ味なんですけど、パッケージにドンと載っているので分かりやすいですよね。日本ナンバーブランドのバナナの王様完熟王のバナナパウダーで風味付けしているので、自然な本物のバナナの味を楽しめるプロテインです。これも作っていきます。これはですね、牛乳で作るとバナナスムージーみたいな味になるので大好きなんですが、これをこのバナナは他では真似できない甘さ、コク、食感のある美味しさということで、これもプロテインパウダーが苦手っていう方でも飲んでいただけるかなって思います。本当にバナナ味っていう感じでさらっと飲めますし、私甘いのが大好きっていうのもあるんですけど、水で飲んだ時は甘すぎない感じで飲めるのでさらっと飲めます。しかも両方ともプロテインパンケーキやプロテインスムージーなどのレシピにも最適ということで、美味しくプロテインを摂取することができます。また私も今度挑戦してみようと思っているんですけど、作ったらまた SNS でアップしますね。本当に美味しいので試していただきたいんですが、現在12月18日水曜日から12月25日水曜日の8日間クリスマスプロテインセールが開催中だそうです。今回ご紹介した芳醇メロンとバナナも安くなっているので、ぜひチェックしてみてください。でさらにここにコードを載せておきますが、まなみと入れていただくとセール価格からさらに 10% オフになります。概要欄にリンクとコードを載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ここからはノーリスについてお話ししていきたいんですけど、まだ1回しか受けたことがなくて、まだあと数回は受けないといけないなと思っているので、あくまでも初めて受けた感想をお話ししていきます。携帯にメモを取っているので、こちらを見ながらお話ししていきます。まず私が受けたクリニックは結構なんて言うんでしょう、こじんまりしている感じだったので、お伝えできませんが、金額についてお話しますと3万円しないくらいで受けられました。まず問診でしっかり見てもらって、結局赤みの原因を抑えないと治らないから、もしノーリスを数回受けても良くならない場合は保険診療と合わせて赤みをなくしていきましょうっていうお話をしてくださって、それがすごくありがたいなと思いました。結構遠くて通うのが大変なんですけど、頑張ってみたいなと思えたので、またこれからも通う予定です。
で、本当は1ヶ月に1回のペースで受けようと思っていたんですけど、気のせいディスペプシアで体調が悪くなってしまって吐き気がある日も多いので、今2ヶ月ぐらい空いてしまっています。また1月になったら受けに行こうと思っているんですけど、受けたらまた施術の動画をアップしたいと思います。で、しかも教えていただいたんですけど、赤みに効くクリームっていうのが発売されたらしいんですよ。それが欲しいなと思って次行った時に購入する予定です。それもまた使って赤みが良くなったら皆さんにもお伝えしますね。で、施術の流れなんですけど、私は日焼け止めを塗っていたので、それを落とすために洗顔をして、で、それから施術っていう形でした。で、まず大きいスポット、なんかこう広範囲に当てられるものから始めていくんですけど、それで全体に当ててから小さいスポットに変えて赤みが濃い部分に当ててもらいました。なのでこの小鼻の横とか、あとこの辺りとかにも赤みが強い場所があったり、あとこの辺りとかに血管が透けて見えているんですよ。それも当てていただいたりしたんですけど、結構痛かったです。大きいスポットで当ててもらっている時はちょっと痛いなくらいだったんですけど、小さいスポットで当ててもらっている時は結構痛かったです。涙は出ないけど、って体に力が入るような感じでした。施術後は赤みが強い場所に小さいスポットで打ってもらったってお伝えしたんですけど、その部分がポコッと腫れたりしていて、確かステロイドを塗ってくださっていたような気がします。で、5日後くらいからチリチリと赤みが出てくるけど、1、2週間したら収まるからっていう風におっしゃっていて、私は結局赤みが強い部分が収まったのは2週間ちょっとした後くらいでした。で、施術後は結構ヒリヒリしていて、これが続いたらどうしようって少し心配していましたが、数十分で収まりました。保冷剤で冷やすのも赤みが収まるのでおすすめっておっしゃっていたのでやろうと思っていたんですけど、完全に忘れていて、翌日気づいて、やってないと思って、それをしていたらもっと赤みが引くのが早かったのかもしれません。ということで経過をご覧いただきたいんですけど、ご了承いただきたいのが、これはまだお伝えしていなかったことなんですが、そのノーリスを受けた時期に祖母が亡くなってしまってバタバタしていたので、ちゃんと毎日撮影ができませんでした。次回はちゃんと撮る予定なので、またアップされたらご覧ください。それでは経過をご覧ください。施術前のお肌はこんな感じです。今日はいつもに比べると赤みが少ない方なんですけど、ほてったりとかもしていないので、調子はいいです。赤い時は真っ赤になって酔った後みたいな赤みが出てきたりするんですけど、今日はそれほどでもないかなっていう感じです。ただこういう血管が見えていたりっていうのはあるので、これをなくしたいんですけど、何回か受けてなくなるのか見ていきたいと思います。こちらはちょっとここにニキビができていますね。ここの鼻の横の赤みとかも気になるんですけど、受けた後どう変わるのか楽しみです。私、顎も赤みが強いんですよね。で、ここは前かぶれたことがあって、その炎症の跡が赤く残ったりしているんですけど、これもどうにかしたいなと思っています。帰宅後に撮影しているんですけど、こんな感じになりました。今日焼け止めを塗っているので少しトーンアップしているというか、赤みが薄く見えているかもしれないなっていうのはあって、今日の夜お風呂後にもう一度撮影をしようと思うんですけど、帰宅直後の肌はこんな感じです。こことか、あとはここも赤みが強いんですけど、アップでお見せしていきます。おでこは変わっていない感じはするんですけど、頬は引きでもお見せしたようにこの辺りがちょっと腫れているというか、赤みが強くてポコッとしている感じがあるので、これが数週間後どうなるのか楽しみです。で、ここも血管がすごい見えていたので打っていただいたんですけど、ちょっと腫れている感じはある気がします。しかも血管がしっかり見えていたんですけど、少し薄くなったような感じがします。鼻はこのようにまだ赤みはあるので、また何回も受けていったら変わるのかなっていう感じがしています。施術中は結構痛くて、終わった後も2、30分ぐらいはちょっとしたヒリヒリ感はあったんですけど、今は施術後3時間ほど経っているので痛みとかは全然感じていません。
ちらは施術当日夜の動画です。腫れは収まってきてるけど、赤みはもっとはっきり出てきた感じがあります。2日目も撮影しましたが、前日の夜と比べてもほぼ変わっていません。赤みが強く出た部分も特に薄くはなっていないなって思います。3日目は右側の口の横の血管が透けている部分が少し元に戻ったような気がしました。元に戻ってるっていうのが赤みが戻ってきたっていう感じなんですけど、2日目までは血管がかなり薄くなっているなっていうのを感じましたが、この日は施術前ほどではありませんが戻りました。4日目は右側の頬の高い位置の赤みが強い場所が少し薄くなってきたかなって感じました。5日目は左頬の赤みも薄くなってきていました。7日目は両頬の赤みが少なくなっているのがわかりますよね。あと鼻の下についても何も言及していませんでしたが、範囲は狭くなっているかもっていう感想なんですけど、赤みはまだまだ強く残っています。11日目は頬の赤みはかなり引いていて少し残っているかなぐらいです。全く気にならなくなったのは2週間を過ぎたあたりでした。これは約2ヶ月後の動画です。おでこはこんな感じで、あんまり変わっていないですよね。頬は赤みはなくなりましたが、この辺りの血管とか見えていたり、こちらも同じですね。この辺りの赤みとかは全然見えていますが、一番はこの辺りの血管が少し薄くなったかなっていう気がします。でも全然見えているんですけど。で、あと鼻の赤みも全然あるかなっていう感じですが、まだ1回目なので、これからが楽しみです。ここの赤みとかも普通にありますね。ちょっと顎が今荒れていて、急に荒れ始めたんですけど、最近食事には気をつけていますが、荒れました。なのでこの辺りの赤みが減ったかがわからないです。
で、数日前もかなり肌が赤くなったりとかしていたので、最初から分かっていたことなんですけど、1回では効果はないなって感じました。4、5回は受けてみようかなと思っているところなんですが、最終的に少しでも薄くなればいいなと思っています。はい、ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。